皆さんこんにちは。今日はカタカナとひらがなのイを合わせてできた形容詞のお話です。前にポッドキャストでお話をしたやばいなどがそうですね。これらは若者言葉なのでフォーマルな日本語ではなく、主に友達と話すときに使います。仕事の面接や年上の人、上司、先生、お客さんなどに使うと失礼になることが多いので、うっかり使ってしまわないように気をつけましょう。カジュアルな話し言葉なので、カタカナで書かなければならないという決まりもありません。例えば、やばいの場合も、やばいと全部ひらがなで書く人も、やばいと全部カタカナで書く人もいます。ほとんどの場合、やばいというふうにカタカナプラスいと書きますが、ひらがなでもカタカナでも間違いではないということも覚えておいてください。では本題に入りますが、皆さんはカタカナプラスいという形で何か知っている言葉がありますか？やばいの意味は覚えていますか？もともとネガティブな意味でしたが、最近はポジティブな意味でもよく使われていますよね。詳しく知りたい人は、以前のポッドキャストのリンク先を概要欄に貼っておくので聞いてみてください。実はこのカタカナプラスいという形の形容詞はずっと前から存在しています。ただ、流行に乗ってできている言葉も多いので、時代とともに増えてきています。また死語になって使わなくなった言葉もあります。まず実際ある形容詞を短縮してできた言葉を紹介しますね。短縮というのは短くする、縮めることです。例えば、キモい。これはネガティブな言葉ですが、よく聞くと思います。気持ち悪いの略語ですね。気持ち悪いを短くしてキモいとなりました。そしてキモいと似ている言葉に気しょいがあります。これは気色悪いの略語です。2つとも意味は似ていて混乱すると思うので、また別の動画で詳しく違いを説明しますね。他にうざいって聞いたことがありますか？うざったいの略語です。うざったいとは、鬱陶しい、煩わしい、面倒くさいなどの意味があります。今日しつこくてうざい人に会ったわというふうに使います。続いてはけばい。これはけばけばしいの略語です。若者だけではなく年配の人も使っている人が多いです。この言葉もかなりネガティブです。意味は品がなくて派手なこと。メイクやファッションなどによく使い、化粧が濃い人や派手すぎるファッションについて、あの人いつもけばくない？などと言います。そしてむずい。この言葉もよく聞きますよね。難しいの略語です。結構新しい使い方なのかなと思っていましたが、実は1970年代の終わりにすでにむずいという言葉が使われていたそうです。スペイン語は日本語と発音が似ているので、もっと簡単かなと思ってたけど、勉強してみると結構難かったというのが私の感想です。それからはずい。これは何の略語か想像してみてください。そうです。恥ずかしいの略語です。皆さんは何か恥ずかしかった思い出がありますか？私は一度スカートに値札をつけたまま出かけてしまって、後で分かった時すごく恥ずい思いをしました。ここからは略語ではありませんが、同じようにカタカナプラスいで表すよく使う言葉を紹介します。まず、ダサい。この言葉もよく使います。意味はかっこ悪い、やぼったい、洗練されていないこと。あのブランドの服高い割にはダサいよね
などと言います。高いのにダサいなんて本当に最悪ですよね。そしてえぐい。このえぐいはやばいと似ていて、ネガティブ、そしてポジティブの両方の意味に使います。ネガティブな場合はどぎつい、すごく厳しいという意味で、あれぐらいのことでクビにするなんて部長もえぐいよね、などと言います。ポジティブな場合はすごいよりももっとすごい時、素晴らしい時にあの人の技えぐいよね、などと使います。そしてここからはスペインに住んでいる私は一度も使ったことがない比較的新しい言葉です。一つ目はエモい。使う時の状況によって意味は少しずつ変わるんですが、懐かしい、感傷的、感動的、そんな心情を表す時に使います。いろいろな説がありますが、もともとはエモーショナルから来たエモなんです。皆さんはどんな時にエモいと感じますか？あのドラマのラストシーンはエモい。初めて日本で見た桜はエモかった。とか、いろいろあると思います。そしてチルい。これは英語のチルアウトが語源で、まったりする、落ち着く、リラックスするなどの意味があります。チルいカフェ、チルい曲、チルい写真などと言います。私はチルいカフェが大好きです。皆さんはどうですか？最後はラグい。これは時間のずれがあることを言います。インターネット回線の遅れのことで、もともとオンラインゲームで使われていたそうなので、知ってる人もいるんじゃないですか？ここ数年は動画の生配信をはじめ、ウェブ会議やオンライン飲み会なども増えてきたので、この言葉を使う人も多くなったようです。どうでしたか？知っている言葉、使ったことがある言葉がありましたか？このような形の形容詞はまだまだたくさんあります。そしてこれからもどんどん増えていくと思います。辞書には載っていなかったりしますが、普段のカジュアルな会話やネットなどではよく出てくるので、注意して聞いたり読んだりしてくださいね。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。それではまた次回のポッドキャストをお楽しみに。バイバイ。